えぐやば。ルモイさんのタラ何にも見えない。目的地左側。まだ暗いね。暗っ。だって6時だもんね。コンビニちょっと調べるね。仕事終わりすぐ山岡屋に行けるセブンイレブン。こちら山岡屋が隣にある。でどうするかなんだけど、俺のイメージだともう北上ですじゃない？そう北上だなって、もういきなり行ったことない場所に突入するのがいいかなと。うん、私もそのつもりで。稚内がここにあったらもうこう日本海沿いに上がるルートかな。さあ北上だ。北上することにした。北へ北へ。車多いな。多いね。まだ6時。早くない？ね、まだ早いのに。そしてこの4車線道路はめっちゃ広い。あ、忘れとった。来て毎回来て、あ、そっか北海道ってこんな感じだったかって思い出す。いいね。絶景じゃんこれ。すごいよね。これが北海道の人の日常って思うとさ、すごくない？すごい。札幌岩見沢左。俺らは北へ。小樽方面なんだ。ああ、そうなんだ。当別小樽。寿司も食べたいな。ああ、小樽行きたいな。うん。後半。あと厚岸の牡蠣だろう。で、これから行く増毛はね、エビが有名らしいから。あ、エビ。そう、エビもね見てみたい。シーズンがいつかわかんないけど。なんか前、冬行った時の動画のコメントで、その増毛の国まれ酒造いいですよっていっぱい来たから気になってた。超楽しみ。あとカニを手に入れる場所も調べないとね。そうだ。なんかさ、北海道民の友達曰くなんかスーパーとかでも売ってるよっていう話だったけど。そうなの。どうなんだろう。スーパーの方が安くていいよって。そう、むしろスーパーの方がいい。見て、雪が深い。四駆が活躍しとるね。今四駆発動中な。そう。四駆発動中。ずっと四駆。発動中。モフモフの方がむしろ快適。ああ、バキバキのやつよりね。そう。留萌99キロ、浜松41キロ。もはや四駆いらん道やね。これうまいぞ。これはうまいぞ。ほのかに甘い。おろろろろろろろ。そう。ハロ日本海。あ、来た。イエー。この道沿いにも道の駅超いっぱいあって調べたら。すごいよね。ちょっとタッピ崎っぽいぞ雰囲気が。
強い。雪の量がなんか爆増してる。最近さ、海子が運転上手くなったからさ、俺助手席で寝ちゃうんだけど。いつも寝てるね。スムーズな運転がね。そうそう。スムーズに運転できてるっていう証拠だよ。増毛町に入った。これも酒造の施設っぽくね。かっこいい。こっち事務所だって。事務所もかっこいいね、なんかね。あ、俺この北海鬼殺しって前飲んでたやつだ。あ、知床で。知床で。あ、そうだったんだ。一本しかないんですけど、これも山田錦ですね。へえ。甘口です、これも。ああ、はい。地域限定にしましょうかね。いや、悩ましいぞ。これにします。これを一本お願いします。ふさふさつるつる。ああ、増毛だからか。お、なんかミュージアムもあるよ。こんなところあったんだ。へえ。これ仕込み道具じゃないな。おお、広いね。あ、仕込んでる場所がある。何？無料なの？あ、試飲できるんだ。酒造のマップがある。国士武装かっこいい。かっこいい。旭川か。福祉酒造行ったことあるよね。あ、ここだっけ？釧路。そうそう。あ、そうだそうだ。これも行った。うんうん。これは大学のところにあった。コーラ酒の酒をゲットした。コーラをゲットする前に飲み切る可能性もある。ビールだ。この近所の海鮮屋に行こう。これか、いいね。あれ、準備中だ。今日火曜日か。あれ、なんで Google さん営業中って書いてたの？日本最北だって。それはすごい。なんかシャッター閉まってね。あ、でもそっち、やってるやってるやってる。ただ車がいっぱい。やっと飯にありつけるぜ。すいません。いただきます。これが噂の甘エビです。すげえ。いただきます。エビ。本当だ。エビ入ってる。旧増毛駅。そう。Your destination is on the right. あれこれどうなんだろう。何があるの？トイレがある。お、95年間もやってたんだ。お湯沸かしてる。さよなら留萌本線だって。なんかちょっとエビおるし可愛い。このベンチに座ると髪が生えてくるって。座っついた方がいいんじゃない？
あ、ねえねえ、ここに座って写真撮ったらなんかアフロになれるってことだよ。なんだよ、そういうことか。ルモイまで行ってたんだ。めっちゃローカル感だね。すごい。スーパーローカル鉄道だった。一車両。あ、こんな汽車も走ってたんだ。マジすごっ。お久しさつドラ。昨日フェリーで筋トレしたら腰がちょっと怪しくなったから買ってみた。すき家がある。めっちゃ栄えてんじゃん。ルピナス。知らんスーパー。Your destination is on the right. ルピナス。ルモイの野菜生産者がお届け。カレイ3枚で安いね。ルモイ産の毛ガニがいる。3000円。オホーツク海産。3000円か、結構高くない？でもさ、前このぐらいのカニ買ったら5、6000円したよ。やっぱ地元食材がいいよね。食材買いましょう。ホタテもすごい魅力。ホタテもいいじゃん。この黒いシールのが地元産っぽいね。牡蠣とタラで鍋にする？いいね。サロモトさん。この蓋付きだったら冷蔵庫の中で寝かせてもしまえるからいい。札幌味噌。他は？今日の作戦は、初山別ホテル。今ルモイにいて、ここから1時間ちょい、1時間22分先になるんだけど、日帰り入浴ができて10時まで。あ、10時までやってんだ。そうで、この前に目の前に道の駅がある。最高じゃないか。ここに行こうか。やっぱ海産物がね、なんか豊富だと面地白い。物があるからいいよね。いい。ルピナス OK、素晴らしい。ピーナスいい。稚内177キロ。おー。あ、なんか恐竜じゃん。恐竜の絵が描いてる。そう、なんかさ、恐竜のやつあったんだよ。なんか恐竜のやつあった。なんか海の中の恐竜みたいな。なんかさ、展望所みたいなところに行こうとしたらさ、そこに向かう道が閉ざされてる。これあの道多分こう登っていくんだろうけど、完全に閉ざされておるね。なんか吹雪いてきてない？吹雪いてきてるよ。真っ白いな。やばいなこれ。ゴーゴー言い始めた。大丈夫これ？風がすごいな。すごい。あ、また風車もぐるんぐるん回るよ。あ、向こう側ビバイを思い出すね。ペンギン？なんだろう。ペンギンじゃない？違うか。なんかまたすごくなってきた。何も見えん。これだね。ロマン街道初山別。あ、天文台。あれ？これ？これだね。すいません。なんかやばくない？なんかやばい。真っ白で何も見えん。本日の車中泊場所です。どれだ？どこなんだ？やばい。真っ白すぎて何も見えない。これホワイトアウトじゃね？ホワイトアウトってやつだね、多分これね。何にも見えない。目的地左側。あ、現在地があって、あ、この右側が広大な駐車場。これだ。なんかちなみにさっき温泉に電話したらね、ちやっょっとやってるって言ってたよね。あ、この建物ももしかして宿泊施設？かも。道の駅がこれ。あ、車が止まってる。あ、本当だ。あ、ここが道の駅の駐車場かな。あ、で、これ天然。フグ料理。あ、これが温泉だね。いやー、よかった、無事つけて。
やばすぎる。いいじゃん。服がおる。맛있게ルモイ、オビラ、トママイ、ハボロ、もう全部来たじゃん。初産別。今初産別だ。初産別だね。あ、なんか鳥がほらこれじゃない、ウミガラスじゃない、さっきのでっかい鳥。あ、ウミガラスって言うんだ。ボンゴ狭いから風呂で着替えるっていう戦略を持ってきたんだけど。ルモイってこんなのあるの？何これ？あ、海か。崖か。崖。あ、まだトイレ行ってなかった。じゃあまたね。バイバイ。バッテリーは 98.9%、 ほぼ満タン。今日からこれで車の中と外の温度を測ります。このセンサーを外に出しておけばマイナス50度までは測れる。で、中のやつもマイナス10度まで測れるんで、でこれ外の温度と中の温度が5秒おきに表示されます。あれ、ちょっと開いてるよここ。ああ、ここ測ってるな、温度を。こっから外に出しました。マイナス 3.5。 ただいまー。温度測ってるね。そうだよ。風呂最高じゃなかった？めっちゃ気持ちよかった。これ明日朝風呂行ってもいいレベルだよ。あ、いいね。で露天風呂で髪の毛凍ったもん。あ、マジ？私髪の毛凍るかと思ってちょっと一瞬で上がった。サイドブレーキを下ろしといた方がいいんだ、凍るから。サイドブレーキを下ろしてワイパーは一応立てておこう。フーヒーターは絶好調だな。ボンゴのスタッドレスはブリヂストンの貨物車用の LT タイヤなんだけど、なんかかなり効きはいい気がする。サービスエリアで買ったこれ。なんだっけ？ああ、なんか買ってたの。小豆とクリームが入ってる。アンパンか。うまストギ豆になるい。ね。青森の農家の人のおやつ。ね。焼いて食べるって言われたけど、生で食べてみた。揚げてもうまいって。甘いの？甘い。なんで砂糖入ってんの？あ、そうなんだ。試飲できることを知る直前に買っちゃって、試飲はまだしていませんが。そうなんだよな。あったんだーってなった。そう。あ、飲み方熱燗丸って書いてない。人肌感は OK。乾杯。乾杯。おー、あ、俺の好みとはちょっとかけ離れてるかもしれない。お酒な感じの味がする。あ、匂いがする。これ甘口なの本当に。あー、やや辛口だ。やや辛口。全然甘口ではない。なんかご飯とかと合わせやすい感じ。でも多分コーラ酒とかこれ合いそう。コーラ酒は合いそうだね。ちびちび飲むタイプだ。情報収集しよう、しばらく。この愛別産舞茸がすごすぎるんやけど、巨大。あ、稚内のスーパーにも毛ガニ売ってる。あ、本当？それを狙うか。
カニ凍ってるやつはなんか解凍に結構時間がかかるからゆっくり解凍せないかんっぽいからすぐには食べれんかもしれん。今日買ったやつ留萌産のタラとサロマ湖産の牡蠣、新星マリン漁業組合漁業協同組合、新手の VTuber みたいじゃない名前。これ網の細かいやつ欲しいな。じゃあもう救えないんだよね。米炊きの水蒸気と鍋でさ、湿度爆上がりしてる。44% になった。酒粕入れよっか。酒粕味噌鍋。で味噌を入れて、あれなんかさナイフのこれ壊れてんだけど、忘れてた。ニンニク入れんの忘れてた。スライスニンニクも入っとるんよ。いいね。いやーいい匂い。腹減った。おお、ニンニクと酒粕と味噌。そうここにタラが最入る。高じゃん。留萌産のタラ、そうあとマシケの酒。あー美味しそう。そういけるから牡蠣を入れるよ。ほうれん草も入れるよ。あっけしの牡蠣も狙ってんだけどね。牡蠣はねもうたらふく食べたい。いただきまーす。ついだな。あ、待って、タラが飛び散った。ありがとう。あ、ここ絶対うまい。これあ、ここが絶対うまい。あ、牡蠣2個目。あれ、牡蠣じゃなくて。牡蠣いただきます。おー、タラうまい。タラうまい。プリプリしてる。汁がうまい。特にお、ありがとう。うわ、本当や、めっちゃプリプリしてる。ニンニクもね、なんちゃって青森のニンニクも入ってるからね。そうだよ。青森のニンニクと左大臣の酒粕とどっかの味噌群馬の味噌がベースになって、北海道の食材を引き立てていると。だから私牡蠣1個しかないんだけど。俺も1個しかないよ。なんでだろう。もう1個あるはずだ。ちょっと水っぽいね、牡蠣は。正直に言うと、まあ、これ前哨戦だから牡蠣としては、あっけしの牡蠣が本番だから。最近私らちょっとうまい牡蠣食いすぎてさ、うん、舌が超えすぎてる可能性ある。ある。違いがわかる。うん。松島の牡蠣は極上だったの。だったね。このプリプリを伝えたい。ジューシーのプリプリを。あ、なんかミニ縮んだー。縮んでた。縮んだー。その体勢な。夢いきます。ニンニク食ってる鶏の卵。できた。すべての味がする。うまい。タツオそこに行った。ね、この上だと座高が高いから、天井に頭ついちゃうから。なるほど。これが一番体に優しい体勢。ただね、床、これやっぱ寒い。床はなんかさ、エアヒーターってなんかやっぱ暖かい空気上に行くから下はちょっと寒いんだよな。寒い。このスライドドアらへんから冷気が上がってくるからさ。なるほどね。いやでもこれ見て、室内20度ぐらい、外はマイナス5度。おお、これ実家産のパール缶。なんかそれ見ながら酒飲んでたら酒がそれの味になってきた。マジ？この視聴者さんにいただいた熊の爪の魔除けをね、キーホルダーにつける。こいつは効きそうですね。どんな魔物でも切り裂くと言われている魔除け。すごいな、熊の爪。鋭いね。こんなんなんだ。これでさ、海子心霊スポット行っても無敵になれんじゃない？無敵。てか私そもそも霊感ないし。熊の毛もついてんのすごい。毛は立派やね。ワムーと熊のコラボレーション。やばいな。なんか座高問題は大丈夫？腰とかは痛く大丈夫かな？
星ね、こちらね、この座高による問題はない今のとこ。あ、座高じゃなくて、昨日船の中で筋トレして、で多分その寝て起きた後で痛くなってたからちょっとちょっと布団が合わなかったのかな。布団が合わなかったかも。昨日なんかちょっとさ楽しかったよね。修学旅行みたいな感じであれちょっと楽しい、やばい。おさん大興奮してた。なんか布団に入った後なんかちょっと面白くなってきちゃって、なんか上からさ笑い声聞こえんなって思ってさみたいなずっとやって何が面白いんだろうって思ったら楽しいってね復帰で大体取れるんだよね。た。うん。これ拭いたよね。来ました。かわいい。今からトイレに行くんですけど外マイナス 5.9 度になってる。あーえぐちょっとあ、鍵やば。トイレありますか？これが道の駅なんだ。初山別。おー、素晴らしい。あ、ブラボー。あー、よかった。あったかい。完璧トイレだった。よかったトイレあって。うん。なんかさ、ここ暗かったからさ、もしかして閉まってなんか固まってたよ、入り口の前で。すげえ。ひたすら情報収集をしている。情報収集しまくってる。かなり情報が集まったよ。うん。あと大体の今の暫定の経路がね出てきたよ。うん。指で表すとこういう感じ。クリーンみたいな。こういう感じで、こっから先はこうなのかこうなのかって感じ。フィフヒーターは切って寝るから、このもう絶対今でマイナス 5.7 度でしょ。外がね。マイナス 7,8 度ぐらいにはなると思うんだよ。うんうん。最悪マイナス10度ぐらいになると思うんだよ。このウルトラライトダウンにこのユニクロの新しいアウター東レを着てと共同開発したウルトラヒートテック繊維みたいなダウンみたいなのを着て、あ、そんなこれで寝る白物だったんだそれ。そうだよ。あったかさはでもさすがにダウンの方が強いと思うんだけど、これを着てね寝たら絶対大丈夫だと思う。下はヒートテックで、ヒートテックにスウェット、あ、いいね。マイナス20度太陽の寝袋で、これもやる。中にあ、それもそれも入れ中に入れて、て。北海道車中泊1回目だからね今回は。本当だ。だって今日ねえねえ、私今日苫小牧に着いたんだよ。やばくない？私さ、北海道来てめっちゃ時間経った気分なんだけどなんかさ、しかもさっきまでずーっとなんかさ、北海道内のことをめっちゃ調べまくっとったから行った気になっちゃったんだよね。なった。なんかしかも一回行ったところとかも見て、なんかそうそういろいろ思い出して、過去の記憶とごっちゃになってもうずっといるぐらいの気分。頭はこっちだから、こうだな。だな。あ、昨日暑かったんか。この前あ、昨日っていうか一昨日かな。どこだっけ？青森だ。青森ですね。青森で寝たっけ？
あれ青森じゃないよね。いや、あ、福島のサービスエリアだ。よし、じゃあ寝ましょう。おやすみ。ヒーター切ろうぜ。顔が寒いんですよ。外マイナス7度、中 0.1 度。中でも氷点下にはなってないんだ。あんま眠れなかった気がしたんだけど、意外とグッドなんだ。俺も多分グッドだと思う。ただやっぱ朝方顔面が冷たすぎて、顔面寒い問題がね。あと除雪車がすごくって、あ、そういえば朝方目覚めて。ちょっとさ、この寝る時のヒーターについて後ほどさ話しましょうよ。別に俺ね、これつけっぱで寝てもいいとは思うよ。なんか窓が白いね。17度に上がった。おお。外 4.5 ね。今がマイナス 4.5。で最低気温をチェックするとね、外はマイナス 7.7 が最低だったんだ。なるほど。で中は 0.1 0.1 度だね。おお。結構降ってる。あ、マジ？もう下がふかふかになってる。うわ、結構降ったな。みんな雪まみれで車が。あ、やべえ。ってか蜂蜜家じゃん。砂糖あるよ。あ、砂糖があるか。ゴータマ。早くも失敗したぜ。ボールが小さすぎた。じゃあここは最終手段。割る？半分に割ってやる。毎回ぶつけまくってただろ。そうだな。それで取り外しただろ。火力は強気で。じゃないと張り付いて焼けない。強気なことじゃなくて、波紋ちゃんと見るって。強火じゃなくて強気。波紋はね、でも波紋この前出てたのにもかかわらず失敗したから。もう波紋の加減をさ、もうちょっとさ。そう、もうパンが触れた瞬間ちょっとバチバチってなるぐらいがちょうどいいんだよ。あ、もう波紋は出てる。じゃあ火はこんぐらいにしようか。波紋が十分に出す。この汁垂らしてみて。あ、もう OKOK。お、いいよいいよ。全然張り付いてない。波紋エネルギーがちゃんとね。波紋エネルギーが伝わった。ダメだ。また弱気になって火を弱めたら通りが遅い。焼き色完璧。やりましたね。やったぜ。めっちゃ上がり。砂糖フレンチトースト。
あ、シナモンとかあってもいいかも。ああ、そうだね。シナモンってあるっ持ってきたかな、そのシあったあったあった。け？お、これシナモン？うん。あ、風味きた。香りがする。上出来だよ。うん。すごいいいね。美味しそう。うん、80点。あと20点は何が足りないの？なんか火の加減がまだ100点ではない。まだ波紋使いの訓練が必要ということで。もうちょっと中まで火通したい。これいけるんだな、頑張る。だから新しい鍋取るのが面倒くさい。雪中コーヒー。やばい。どんどん積もるよこれ。うん。さっきの私らの足跡完全になくなったよね。完全に足跡が埋もれてるもん。あ、シェードの内側が雪まみれになって。もうちょっと日が出てきた。うっすら日が出てる。なんで今のツンツン。わーお。そうだね。どうせ上から来るから。極上のパウダースノーだな。そうそうそう。ちょっと貸して。ここがひび割れてんだよね。絶対こう来るんだよ。やばい、手がもう手が限界。感覚なくなりそう。やばい。後ろどうなってる？結構か。あと燃料の残量確認する。すげえ。こんだけ使ってまだ。全然減ってないやん。いや、多分でもこんぐらい。まあでもこんぐらいまであったのがなくなったな。でも半分は減っとると思って。ねえねえねえ。これここにあった。絶対ない。これ換気扇の蓋。助手席の窓は内側が凍ってる。やば。めっちゃゴリゴリなんだよ。やっぱ安い、一番安いのだとダメだったかな。